皆様こんにちは。シトラスハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はですね、こちらのバラを作っていきたいと思います。これはですね、くるくる巻くタイプのバラです。はい、こんな感じでね、たくさん作ってまとめて花束にしてプレゼントにもおすすめです。はい、とても綺麗ですよね。ぜひね、作ってみてくださいね。たくさん作っても枯れませんのでね。はい、で材料なんですけれども、材料はこちらになります。まず糸ですね、葉っぱの色の糸とお花の色の糸で、それに合う針ととじ針、ハサミ、あと針金。私はですね、今回 0.7mm の針金を使いました。であとニッパーと、曲げるものもあればいいかなという感じですね。であとボンドは乾くと透明になるものがいいですね。はい、こんな感じで作っていきます。はい、それではお花の部分から編んでいきます。お花の色の糸でここから鎖編みを60目編んでいきます。まずは最初輪っかを作って、ここからですね、鎖編みかけて引っ張る。1目、2目、3、4、5、このまま60まで編んでいきます。はい、今60目鎖編みが編めました。こんな感じでね、端から60個鎖編みが編めて、ここから戻っていきます。で戻る時、こっちのお山側を拾う場合もあると思うんですけれども、今回こっちの V の方ですね、 V の字の方を拾っていきます。今60目が編んだところで、このすぐ後ろから数えて12345目飛ばして6目目、ここの1本をすくって長編みを編んでいきます。こんな感じですね。ここに長編みを入れていきます。1回かけて1本をすくって長編みですね。はい、こんな感じで編めました。そしたらちょっと説明を入れていくと、今長編みが編めて、その後2目スキップします。で長編みを編んで鎖編み2目、長編みを編んで2目スキップして長編みを編んで鎖2目、この順番でずっと編んでいきます。今ずっと鎖編みを編んできて、こう来て12345目飛ばして6目目、ここに長編みを編んだところですね。でここから2目飛ばして長編みで鎖編み2目編んで長編みなんですけれども、この前の長編みと同じところに編んでいきます。で2目飛ばして長編み、鎖編み2目編んだら前のところと同じところに長編みを編んで、また2目飛ばして長編み、鎖2目長編み、この順番になっていきます。なのでこっち側のね、この長編み入るところは2つ長編みが編まれる感じになりますね。はい、そうするとね、ずっと編んでくるとちょっとアーチっぽくなっていきます。はい、それではちょっと編んでみますね。今ここに長編みが入ったところですね。でここからまずは2目飛ばします。1、2で3目目のこの1本、ここに長編みを編んでいきます。かけてこの1本をすくって長編み、そしたら2目鎖編みを編みます。1、2で今長編みが入ったところと同じところに長編みを編み入れていきます。そしたら2目飛ばします。1、2で3目目に長編みを編んでいきます。この1本ですね。ここに
長編みを編み入れていきます。そしたら、2目鎖編み1、2で、今長編みが入ったところに長編みを編み入れて、そして2目飛ばしていきます。1、2で、3目目にここに長編みを編み入れて、はい、この繰り返しになります。はい、今編み途中なんですけれども、こんな感じで少しアーチっぽくなっていきます。このままこの編み方で端まで編んでいきます。2目飛ばして3目目に長編みを編んで、2目鎖編み、同じ目に長編みを入れて、2目飛ばして3目目に長編み、2目鎖編み、同じ目に長編みを編んで2目飛ばします。はい、最後の方まで来ました。長編みを編んで、最後ですね、2目飛ばしてここに一番端に長編みを編み入れて、この段完成です。でもし例えばどこか編み飛ばしちゃってね、最後1目2目3目残っているんですけれども、もう2目しかないわっていう場合でしたら、1目飛ばして長編みを編み入れてあげてください。はい、この段はね、くる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 巻いて外に見えない段なので、多少歪みがあっても大丈夫ですし、はい、表には出ない段になっています。最後ですね、この端っこに長編みを入れて、はい、ここからひっくり返します。そしてまた向こう側に編んでいきます。でまずですね、このすぐのこのスペースは飛ばして、ここですね、こう三角になっているここのスペースに編み入れていくんですけれども、こんな感じですね。最初のスペースは飛ばして、この2つ目のスペース、ここに針を入れて糸をかけて引き抜きます。でここから3回鎖編みを編みます。1、2、3で、今のこのスペース同じところに長編みを1回編み入れます。そしたら2回鎖編みを編んで、1、2で、あと2つこの同じスペースに長編みを編み入れていきます。かけて同じスペースですね、ここに長編みを1、2、そしたら1回鎖編みを編んで隣のスペースに移動するんですけれども、隣はこの下のスペースではなく、隣というのかな、このスペースではなくここですね。ちょっと説明をしていくと、この段はですね、こっちに編んでるんですけれども、最初のこのスペースは飛ばして、こう三角になってるこの部分ですね、ここに今長編み長編みで鎖編み2個で長編み長編みと入って、1つ鎖編みを編んで隣のスペース、ここに編み入れていきます。なのでこの下のこのスペースは飛ばしていくんですね。はい、でこの三角にも長編み長編み鎖鎖長編み長編みで鎖編みを編んで、このスペースは飛ばしてここですね、ここに長長鎖鎖長長で鎖編みを編んで、このスペースになります。はい、ちょっと編んでいきますね。今ここに編み入れたので、次ここはスキップしてここに編み入れます。で次ここはスキップして編み入れる、スキップして編み入れる、スキップ編むスキップ編むという感じですね。今鎖編みが1つ編めたので、
こはスキップしてここですね。ここに長編み2目、1、2で鎖編みが2回で長編み同じ目ですね。同じところに長編みが1、2で編めたら1回鎖編みを編んで、ここはスキップしてここですね。長編みをここに2目で鎖編み2回、長編み2回、そしたら1回鎖編みを編んで、このスペースはスキップしてここですね。ここに長編み2回で鎖編み2回、同じ目に長編み2回、そしたら鎖編み1回編んで、ここは飛ばしてここですね。ここのスペースに長編み2回、鎖編み2回、長編み2回、この繰り返しになります。この編み方で端まで編んでいきます。はい、最後の目ですね。最後この端っこに長編み2回で鎖編み2回、長編みを2回、はい、そしたら端まで編めましたね。このままですね、またくるっとひっくり返してこちらから花びらの段を作っていきます。で、この段はすごくね分かりやすいかと思います。このちょっとこうお山になっているところ、ここは長編みが9回入ります。で、このお山が終わったらここですね、このスペースは細編み1回になります。長編み9、細編み1、長編み9、細編み1のこの繰り返しになりますね。一番最初だけちょっとですね、この最初はこのお山があるんですけれども、このお山に針を入れて糸を引き抜いて、で、鎖編みを3目、1、2、3と編んで、で長編みを8回ここに同じところに編み入れていきます。1、2、3、5、6、7、8、はい、そうすると長編みが8回と、最初のこの鎖編みも1と数えると全部で9入ったことになりますね。で、そしたら隣のこのスペース、ここは細編み、針を入れて糸を引っ張ってきて、こんな感じで細編みを編んだら、隣のこのお山のスペース、ここは長編みを9回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、そしたらこの隣のスペース、ここは細編みで、またお山に9長編み、隣は細編み、9長編み、この繰り返しで端まで編んでいきます。
はい、これでですね、今最後のスペースに長編みを9編み入れて完成。この段の完成ですね。でこれでお花の部分編めたので、ここで糸をカットするんですけれども、引き抜くところはここが編み始めの糸が出てますよね。こう横にするとここにちょっとちょんちょんと目があると思うんですけれども、この上この辺に針を入れて、こんな感じでね、この辺に引き抜くと、よいしょ、こんな感じでね、この扇が綺麗に出ると思うので、はい、この辺りに引き抜いて、で一回鎖編みを編んで、で糸がですね、ここからちょっと10センチぐらい、はい、こう残したところでカットしていきます。この辺りでこの10センチをね、最後ちょっと使っていくので、ここでカットしたら糸をピーッと引っ張って、これでお花の部分完成です。続いてこのお花の後ろの部分ですね、こう見るとちょっとお星様みたいな形のここを作っていきます。なので葉っぱの色の糸を準備して、まず糸は人差し指にくるくるくると巻きつけて、針はこの糸の下を通して左から右へ下を通って引っ張ってきます。で1回針に糸をかけたら、この輪っかの中をピッと通します。で指から糸を抜いたら、この輪っかの中に長編みを編み入れていきます。まず鎖編みで3目、1、2、3、そして長編みを編み入れていきます。かけてこの輪の中を通して長編みで、あと8回長編みを編み入れていきます。はい、こんな感じで編んできました。一番最初の鎖編み3目、そして長編みが9編めました。全部でね10みたいな感じでね、ぐるっと編んで、これをですねこう円にしたいと思います。まずですね、この糸端をちょっと引っ張って、で縮んだ方のこの根元を引っ張ります。そうするとこの輪っかがね縮んでくるので、ある程度縮んだらこの糸端をピーッと引っ張ってあげると、こんな感じでね輪ができます。そしたらこの最後の目を最初につなげていきます。最初のこの鎖編みの頭ですね、この辺をですね2本取れるといいかなという感じですね。この辺、はい、ここが最初の長編みですね。長編みの頭、この隣ですね。この鎖編みの頭のところに引き抜いて、でもう一回同じところに針を入れて糸を引っ張ってきます。で一回糸をかけて引っ張って、もう一回糸をかけて引っ張ります。で同じところに中長編みを編み入れていきます。かけて同じところですね、引っ張ってきてかけて、この3本いっぺんに編みます。でこの隣からは中長編みを2目ずつ編んでいきます。かけてこの隣の目に1、もう一回同じ目に2、隣の目にもかけて引っ張ってきて1、で同じ目に中長編みですね。これでぐるっと編んでいきます。はい、今ぐるっと編んでいきました。中長編みを1目につき2つずつ編んでいって、一番最初の立ち上がりみたいなね、この目と、あと中長編みが19編めて、全部で20という感じでね、ぐるっときました。これを一番最初につなげていきます。でここが立ち上がりの面ね、こことこの中長編みが1つから出ているんですけども、この2つの間、ここに針を入れて引っ張ってきます。
き抜き編みで、ここからですね鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5で、この V の方に、こう戻っていくんですけれども、今このすぐ隣のこの目はスキップして、ここですね、1個スキップしたここに引き抜き編み、引き抜いたらこの隣の目は細編みで、この隣の目はこの1本を拾いながらね編んでいるんですけれども、ここは中長編みで、ここ根元のここは長編みこんな感じで編んでいきます。そしたら今引き抜いているのがこの目なんですけれども、1、2、2つスキップして3目目、ここに引き抜いていきます。そしたら隣の目も引き抜き編みをして、このまままた鎖編み5目編みます。1、2、3、4、5で、まずこのすぐの目はスキップして、この隣からですね、この1本を拾って、ここ1本だけ針を入れて引き抜き編み、そして隣の目はここは細編み、隣の目はここ中長編みで、隣この根元のところですね、ここは長編みで、隣と隣この2目はスキップして3目目のところに引き抜きます。そしてその隣も引き抜いて5目鎖編みで上がります。はい、こんな感じの繰り返しでね、ぐるっと一周編んでいきます。はい、ぐるっと編んでいきました。今ですね、この角が1、2、3、4、5個で、この最後の5個目のところを最初にこうつなげていくんですけれども、今根元がここにあって1、2個スキップしてここにつなげていきたいんですけれども、ここ後ろから前に針を入れて、この輪っかをかけて後ろに引っ張ってあげます。はい、そしたら後ろで1回鎖編みをして糸をカットするんですけれども、この糸の長さ、この出来上がり、これぐらいの長さがいいわねっていうこの長さの 4,5 倍の糸を残してあげてカットしていきます。はい、最後ですね、ここ針金のところをこの糸でくる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 巻いていくので、その必要な分だけ糸を残していきます。はい、なので私だいたいこれ20センチぐらいなので、その 4,5 倍ですね、ちょっと糸を残してカットしていきます。4、5倍のところで糸をカットしたら、このまま糸をピーッと引っ張ってきます。結構長いのでね、絡まらないように糸を引っ張ったら、この糸をですね、こうなっているんですけれども、この中心のところに針を入れて、中心から出しておきたいと思います。ここに針を入れて糸をかけて後ろにこう引っ張っていきます。で、この中心からこんな感じでね、糸が出てるような感じで、こっちの最初の方の糸は中に糸処理してあげてください。ここから葉っぱを編んでいくんですけれども、針金が必要になってきます。はい、針金の長さなんですけれども、だいたいこのお花のこの辺りから出ていて、この長さの倍、こ
こう来てこう往復しているので、だいたい私はこのお花のね全体の長さ分ぐらい針金取りました。長くてもねパチンと最後切って長さ調節していけばいいので、少しねこう長い分取ってここに葉っぱを編みつけていきます。はい、それではまずですね、この葉っぱの色の糸で鎖編みを11目編んでいきます。まず輪っかを作って、ここから鎖編みを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11目鎖編みが編めました。そしたらちょっとこの針金ね、先を気をつけながらこのままですね、糸が上、針金が下の状態になっています。はい、でここも裏のお山ではなく、こっちのねV の方というのかな、表面の方の1本をすくって編んでいきます。でまずはここから隣のこのちっちゃくなっているんですけども、すぐの目は飛ばして、その一つ隣、ここですね、ここの1本に針を入れて、針金の下を通って糸を引っ掛けて引っ張ってきます。で引き抜き編みなのでこれも引き抜いてきます。ちょっと針金をね気をつけながら引き抜いてきたら、次の目は細編みになります。今ここに引き抜いたので、隣の目、ここですね、隣の目もこの1本に針を入れて針金の下を通ってきて糸を引っ張ってきます。そしたら今度は針金の上を通って糸をかけて、この今かかっている2本を編みます。そしたらその隣は中長編みになります。この目ですね、糸をかけてこの目1本に針を入れて針金の下を通って糸を引っ張ってきます。そしたら針金の上から糸をかけて、この3本いっぺんに針金のこの先ですね、ここ気をつけながら3本いっぺんに編みます。はい、これで中長編みが編めました。その隣からですね、5目長編みが続きます。まず糸をかけて、この隣の目ですね、これ1本引っ掛けて針金の下を通って糸を引っ張ってきます。で糸をかけて2目引っ張ってきます。で今2目かかっている状態で、また糸をかけて2目引っ張る。はい、この編み方があと4目続きます。はい、今長編みが5目入りまして、最後ここ2目余っています。隣は中長編みを1回編んで、で一番この端っこは、細編みを3目編むんですけれども、まず細編みで1目、編んだらこのままですね、針金を曲げていくんですけれども、今こう編んできて、ここで針金を曲げたいと思います。ふいっと半分に折り曲げてこう編んできて、今度こう反対側をね編んでここつなげていきます。そしたらあと2目ですね、この同じ目に細編みが入ります。同じところに針を入れて糸を引っ張ってきて編みます。こっちの角度の方がいいですね。反対側こう編んでいくので、針を入れて糸を引っ張ってきて細編みですね。はい、そしたら隣の目からまた、中長編み1目
隣はここの目ですね。はい、1本というか2本かな。ここのね目のところに入れていきます。はい、でこの糸端も一緒に編みくるみながらねいきたいと思います。まず中長編みなので1回かけてここの目ですね、ここに針を入れて針金の下を通って糸を引っ張ってきてこの3本いっぺんに編みます。隣から長編みを5目かけて、ここですね、この目に針を入れて下から糸を引っ張ってきて上から糸をかけて2目かけて2目、こんな感じですね。長編みが続きます。でこの辺まで来たらちょっとこのね針金を近づけてあげて、はい、このかぎ針が入るぐらいね近づけてあげて編んでいきます。長編みが5目編めたら次は中長編み、そして最後ですね、ここは細編みになります。そうすると一周編み上がりました。こんな感じでね葉っぱが出来上がったんですけれども、ここまで来たらちょっとこのね形を整えていきます。少しねこの、ペンチでこの針金をちょっとこう整えてあげて、はい、離れている針金をこうキュッとくっつけてあげて、そしてですね次の1周は細編みで編みます。ここぐるっと1周細編みを編んでいきます。この状態からここから向こうへジャンプして最初の目に針を入れていきます。で糸を引っ張ってきて細編み、隣の目もこの2本をねこんな感じですくって細編み、こんな感じでね一周ぐるっと編んでいきます。はい、細編みをこう順番に編むんですけれども、編む時やっぱりこの針金のここがちょっと気になるので、ここをですね下側にクイッと折って編んだ方が編みやすいかもしれないです。はい、この先ね本当に気をつけてくださいね。はい、ぐるっと一周編んできました。で針金曲げた方はここでねクイッと戻して、で端までこう細編みが編めたらここでですね一回鎖編みを編んで糸をカットします。で大体そうですねこの針金残ってる分のもうちょいぐらいの長さでここで糸をカットして、でこのままピーッと引っ張ります。でこれをですねこの針金に巻きつけていきます。ちょっとここねぐるっとねじって、はい、くっつけてあげたらこの葉っぱですね伸ばしてあげたりちょっと縮めてあげたりこう形を整えて、ここからですねボンドを使っていきます。はい、薄くでいいんですけれどもここにちょんちょんって少しだけボンドをねこんな感じでつけたらここに巻いていきます。こんな感じでね後ろからくるくる巻いていきます。
最後のところもね少しボンドをつけていきます。糸端ですね。これで乾くまでしばらく待ちます。続いてですね、お花をつけていきます。まずこの針金をお花の長さ分ぐらい準備します。私はだいたい20センチぐらいこの針金を取りました。でここからですね、まずこの針金の先をちょっと曲げていきます。こんな感じで先を少しだけ曲げて、でこんな感じになりました。ここにですねボンドをつけて、この一番最初に編んだこのお花ですね、これをくるくる巻きつけていくんですけれども、お花のこの糸が出ている方、これがこんな感じでね右に来るような感じでこう置いときます。はい、でこの今作ったこの丸のところに少しこのボンドをですねくっつけて、でこのお花の端にくっつけていきます。あんまり高いところにするとお花から見えちゃうのでですね、ちょっと真ん中あたりですかね、このあたりにペタッとくっつけます。でここからですねくるくる巻いていくんですけれども、まず半分にこんな感じで折りたたんだら、この長い糸はこういうふうに中心に垂らしておきます。でこのままくるくる巻きつけていきます。でこの巻き方でね結構このバラの形が変わったりするので、はい、何回かこうねやり直ししながら、こんな形がいいわねっていう感じでね形を整えてあげてください。で途中でちょっとこうボンドをねちょんちょんと少しこうつけながらお花を整えていきます。くるくる編みつけていきます。巻きつけてですね巻いていきます。でこの真ん中の長い糸はここからね中心からこう出ている感じにしてくるくる巻いていきます。はい、くるくるこんな感じで巻いてきました。そしたら最後はですね、ここに少しボンドをつけてあげてピタッと貼っていきます。はい、そしたらですね、この真ん中から出ているこの糸でですね、少しここを編みたいと思います。はい、固定していきますね。なのでこのとじ針ですね、とじ針に糸をセットしたら、どこでもいいんですけれども少しねちょっとこんな感じでね、いろんな方向から編んで、この部分は先ほど編んだこれがこうくっつくので見えないのでね、はい、はい、今こんな感じでお花が完成しました。そしたらこれに先ほど作ったこの子をつけていきます。後ろにこう糸がビーって長くねつながっていて、ここにこのお花の針金の先を真ん中ですね、中心のところに針金を入れて、こっちから
出していきます。でこのままここにお花にペタってくっつけるんですけれども、なのでここにボンドをつけていきます。ここですね。ここに薄くボンドをつけたら、このままペタッとくっつけていきます。でこの端っこですね、この星になっているこの端を、ここも少しだけこうボンドをつけながらペタッと、全部ですね5箇所少しボンドをつけてペタッとバランスを見ながらくっつけてあげてください。はい、お花が完成しました。そしたらあとね、この長い紐をこの針金に巻きつけて、途中でこの葉っぱも一緒にくっつけながらぐるぐる巻きつけたら完成です。はい、まずこの葉っぱですね。先ほどこれ糸出てたところは糸をカットしていきます。はい、で、少しここね曲げて、こう曲げてこうくっつけやすいようにね、少しこんな感じでね曲げて、でちょっとずつここねボンドをつけながらぐるぐるしていきます。この針金がね見えないような感じで巻いていきます。である程度きたらこの葉っぱですね、この子も一緒にこうピタッとね添えて一緒に巻いていきます。針金が出ないようにくるくるで、途中で薄くねボンドも引きながらくるくる編んでいきます。端の方まで来たらちょっとここでもね少しボンドをつけてあげて、で糸をU ターンして、でここ乾いたらね糸をカットして完成です。はい、完成しました。こんな感じでね美しく仕上がりました。これまたね巻き方で形変わってくるんですよね。これちょっとこうすぼまった感じというのかな、まとまった感じで、こっちは花びらわっと開いている感じなんですよね。なのでいろんな巻き方でねこう試しながら是非作ってみてくださいね。はい、それでは今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もし編めたよという方はねグッドボタン残していただけるととっても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。